進撃の巨人キャラクター当てクイズ2ルール、アルミン、ハンジ、クリスタ、この3人の中からまず私が1人選びます。次に5つのヒントを出します。皆さんはそのヒントを聞いてこの人が誰か当ててください。ヒントはまず自然な速さで5つ言います。聞き取るのは難しいと思いますが、ぜひチャレンジしてみてください。その後、もう一度同じヒントをゆっくりな速さで言います。そして最後に正解を発表します。では、ヒントを出します。ヒント1。この人は穏やかで優しい性格です。この人は穏やかで優しい性格です。ヒント2。この人は小柄で可愛らしい見た目をしています。この人は小柄で可愛らしい見た目をしています。ヒント3。この人は好奇心が強いです。この人は好奇心が強いです。ヒント4。この人は自分に自信がありませんでした。この人は自分に自信がありませんでした。ヒント5。この人は頭がいいです。この人は頭がいいです。今度はゆっくり言います。ヒント1。この人は穏やかで優しい性格です。この人は穏やかで優しい性格です。ヒント2。この人は小柄で可愛らしい見た目をしています。この人は小柄で可愛らしい見た目をしています。皆さんは可愛いという言葉を聞いたことがありますか？可愛いは cute, pretty, adorable という意味ですね。では、可愛らしいはどういう意味でしょう？可愛いと可愛らしいはすごく似ている言葉です。どちらも顔や外見に対して使われるし、性格や雰囲気に対しても使われます。では、違いは何でしょう？可愛いは主観的、そして見た目に対して使われることが多いです。可愛らしいは客観的、性格や全体的な雰囲気に対して使われることが多いです。そう説明されてもわかりにくいですよね。私の個人的なイメージでは、可愛いはこんな感じ、可愛らしいはこんな感じです。なんとなく伝わりましたか？ヒント3。この人は好奇心が強いです。この人は好奇心が強いです。ヒント4。この人は自分に自信がありませんでした。この人は自分に自信がありませんでした。ありませんはないの丁寧な言い方です。自信がないの
反対の言葉は自信があるです。他には自信を持つ、自信がつく、自信をなくす、自信を失うという表現があります。例文、あなたの日本語は上達しています。もっと自信を持っていいですよ。ヒント5、この人は頭がいいです。この人は頭がいいです。お疲れ様でした。正解は、ハンじゃなくて、アルミンでした。実はこの前、ネットで面白い性格診断テストを見つけたんです。それは、進撃の巨人のキャラクター診断。あなたの性格に一番似ているキャラクターが誰か教えてくれます。私の診断結果は、アルミンでした。私は怖がりだし、心配性だし、好奇心旺盛なので、アルミンの性格に似ているみたいです。まあ、賢くはないですけどね。あなたはどのキャラクターに似ていますか？ぜひコメント欄で教えてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またね。